1615年5月7日、大阪城の南。六門線の旗を掲げた一隊が、徳川家康の本陣へ迫りました。先頭にいる赤い甲冑の武将は、真田信繁。後世に、真田幸村の名で知られる男です。なぜ彼は、敗色の濃い豊臣方で戦ったのか。そして、徳川の大軍を、どこまで追い詰めたのでしょうか。大阪夏の陣を一言で言えば、家康が最後に残った豊臣宗家を滅ぼし、徳川の支配を決定的にした戦いです。物語の始まりは、関ヶ原の戦いの後です。1600年、関ヶ原で勝利した徳川家康は、政治の主導権を握ります。1603年には征夷大将軍となり、江戸幕府を開きました。1605年、将軍職は息子の徳川秀忠へ譲られます。つまり大阪の陣の前に、幕府はすでに始まっていました。しかし大阪城には、豊臣秀吉の子、豊臣秀頼が残っています。母の淀殿と共に、豊臣の命、財力、大阪城を守っていました。幕府にとって豊臣家は、無視できない大きな存在でした。1614年、京都の方広寺で鐘が完成します。その銘文に家康が異議を唱え、対立は一気に表面化しました。鐘だけが戦争の原因ではありません。しかし、長年の緊張に火をつける導火線となりました。豊臣方は各地から浪人を集め、籠城の準備を始めます。その一人が、九度山で入る生活を送っていた真田信繁でした。関ヶ原の後、父の真田昌幸と共に表舞台を去り、この時すでに40代後半。父は亡くなり、武将として再び戦える機会は、ほとんど残されていませんでした。信繁は、息子の大助らと大阪城へ入ります。ただし豊臣方には、後藤又兵衛、毛利勝長、多くの武将が集まっていました。大阪の陣は、幸村一人の戦争ではありません。1614年、大阪冬の陣が始まります。幕府軍を動かしたのは、前将軍の家康と、二代将軍の秀忠です。兵力には諸説がありますが、徳川方は20万規模、豊臣方は10万前後とも推計されます。徳川方は大軍で包囲しましたが、大阪城羽堀と城壁に守られた巨大な要塞です。信繁は、攻め口になりやすい城の南側に、出丸を築きました。これが、真田丸です。信繁は地形を使い、敵を狭い正面へ引きつけ、鉄砲の火力を集中しました。さらに機を見て反撃し、徳川方に大きな損害を与えます。信繁の強さは、ただ突撃することではなく、敵を不利な場所で戦わせる設計にありました。ただし真田丸以外でも、市議の八重間福など、城の周囲で激戦が続いていました。大阪城を力だけで落とせないと見た徳川家康は、砲撃で城内へ圧力をかけます。しかしそれでも、真田幸村ら、豊臣勢の抵抗もあり、城を攻め落とすことができませんでした。結局、両者は和睦するという形で停戦を結びました。豊臣家は、冬の陣を生き残ったのです。しかし、この和睦が、次の戦いの条件を一変させます。和睦後、総構前や外堀が埋められ、本丸を除くほとんどの堀が失われたとする解説もあります。堀に守られた巨大要塞は、いわば、裸城へ変わりました。徳川方はさらに、大阪城に集まった浪人の解雇か、豊臣家の国替えを求めました。豊臣方はそれを受け入れず、戦いへの道が再び開かれました。結果として家康は、総攻撃の前に、豊臣方最大の強みだった大阪城の守りを失わせていました。次に戦うとき、豊臣方は城の外へ出るほかありませんでした。翌1615年、戦いが再開します。大阪夏の陣です。兵力は推計ですが、徳川方はおよそ15万、豊臣方はおよそ5万ともされ、およそ3倍の兵力差でした。城の守りを失った豊臣方は、各地で幕府軍を迎え撃ちました。道明寺方面では後藤又兵衛らが戦い、豊臣方は大きな損失を受けます。そして戦いは、天王寺、岡山方面の決戦へ進みました。毛利勝長らが前線を押し上げ、徳川方の陣列に食い込みます。この兵力差を覆すには、家康の本陣を直接脅かし、戦場の流れを一気に変えるほかありませんでした。信繁は六門線の旗の下、家康を撃てば逆転できると考え、家康の本陣を目指しました。赤い甲冑の信繁と、黒い甲冑の兵たちが、徳川方の殲滅へ食い込みます。真田隊の攻撃は本陣周辺を混乱させ、家康を脅かしました。
後世には家康が自害を覚悟したとさえ語られます。ただし、どこまで追い詰めたか、何度突撃したかには、後世の物語も重なっています。それでも、家康本陣へ迫る攻撃を加えたことは、信繁の名を後世へ残しました。しかし、一つの部隊が突破しても、戦場全体の流れまでは変えられません。消耗した真田隊は押し返され、信繁も戦死しました。最後の場所や言葉には諸説があり、正確には分かっていません。豊臣方は逆転の大きな希望を失い、徳川方の軍勢が大阪城へ迫ります。やがて、大阪城は落城します。豊臣秀頼と淀殿は城内で亡くなり、政治勢力としての豊臣宗家は滅亡しました。江戸幕府はすでに1603年に開かれていました。しかし1615年、幕府と並び立つ最大の対抗勢力が消え、徳川の支配は決定的になりました。家康の勝利は、最後の総攻撃だけで生まれたものではありません。大名を動員し、大軍を整え、和睦の結果として大阪城の守りを失わせました。戦う前に積み上げた条件が、夏の陣の勝敗を大きく傾けていたのです。信繁は、戦争には勝てませんでした。それでも冬の陣では、地形を読み、城の弱点を要塞へ変えました。夏の陣では、配色の濃い戦場で兵をまとめ、家康の本陣を脅かしました。絶望的な状況でも、勝機を作ろうとした。その戦いぶりが、真田信繁を、真田幸村という伝説へ変えたのです。大阪の陣の後、徳川幕府は、およそ260年続く長期政権へと進んでいきます。大阪の陣。それは豊臣の時代が終わり、徳川の時代が決定的になった戦国最後の大決戦でした。この動画が面白いと感じてくれた方は、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれたら今後の制作の励みになります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。